チョークをいっぱいに引いてキーをひねります。キーシリンダーひねります。皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はこの2台の軽トラ、こちらが 360cc、 こちらが 550cc の昭和の軽トラですけど、これを徹底比較していきたいと思います。私の人生の中でまさか軽トラを2台持ちするとは思いませんでした。さらには令和のこの時代にわざわざ昭和の軽トラを2台持ちすることになったんですけど、この2台の車の徹底比較、これをお届けしたいと思います。あまりにもマニアックすぎて興味のない方がいらっしゃるかもしれませんが、もしくはどちらかの車に乗ってて懐かしいなというふうに思っていただけるかもしれませんので、ちょっと比較を一生懸命行っていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。最初に比較するのがこちらのキーです。ちょっとマニアックなところから攻めたいと思います。向かって右側のキーがポーターキャブ、 550cc のポーターキャブのキーで、左側がハイゼット 360cc のキーです。このキーを見比べてみると、ハイゼットの方のキーは小さくて、ポーターキャブの方のキーが大きいので、もう見た感じではいかにもこちらが古そうな感じなんですが、よくよく見てみるとこちらは両面キー、こちらのポーターキャブは片面で、さらに小さなキーがついてますが、これが給油口の鍵です。だから使い勝手ははるかにこちらの方が楽なんです。両面キーなので上下を気にすることもないですし、給油口もこの鍵1本で対応できます。でこちらは上下を間違うとシリンダー回りませんし、まずドアを開けることもできないです。でなおかつ必ず2つ持ちしていないと給油もできない。おしゃれなハイゼットの給油口を開きます。ポーターキャブの給油口にはキャップがついています。でどうして比較的新しいキーがこんな不便で、古いキーの方がこんなに便利なのかっていうのもちょっと調べてみました。ここからは想像なんで、これが合ってるかどうかは分かりませんが、想像のお話をちょっと聞いていただければと思います。ご覧いただいているハイゼットは1971年昭和56年に、販売が開始されて、こちらのポーターキャブは1969年に製造が開始されています。1969年に製造されたポーターキャブっていうのは2ストロークで、これよりも一回り小さい車です。実はこのポーターキャブっていうのはその2ストの1969年から製造は1988年までの間、何回かマイナーチェンジをしてるんですけども、フルモデルチェンジという表現は一切マツダは使っていないみたいなんです。ということで、製造している間にボディが大きくなったり、エンジンが 360cc から 550cc に変更されてるんですけども、マイナーチェンジということなので、当初のままの基本設計を引き継いでいるのかなというふうに想像しています。だから片方は大きくはなってますが、シリンダーの基本設計が全く古いままなので片面キーで、こちらはたった2年ですけども新しいので両面キーになってるのかなと。これがその基本設計の違いなのか、会社の考え方の違いでこうなってるのか分かりませんが、その辺を想像してみると少し楽しい気持ちになります。
エクステリアで2台の軽トラの大きな違いは車幅です。ハイゼットの幅は129センチ、ポーターキャブは10センチ幅が広い139センチです。この幅の違いでハイゼットはとても小さくて可愛く見えます。幅の違いによって使い勝手も大きな差が出ます。どちらの軽トラも助手席に鍵穴がありません。そのためドアのロックと解除は内側から行います。ハイゼットのドアロックピンは運転席から簡単に手が届きます。一方ポーターキャブにはドアロックピンがなく、ドアノブでロックを行います。前方に倒せばロック、後方に倒せばロック解除になります。このドアノブが低い位置にあるため、運転席から操作するのは大変です。もう一段後方に倒すとドアを開けることができます。こちらはハイゼットのサイドです。ハイゼットのサイドの煽りは固定式なので開きません。そして厚みもあるのでバッテリーはこの下に隠れています。今の軽トラにはないサイドのデザインがとても素敵です。ポーターキャブの煽りは三方開きになっていて取り外すことができるため、この車は木製の煽りを自作して取り付けています。実用性は三方開きの方がはるかに高いですが、レトロなデザインはハイゼットが圧勝です。ここからはハイゼットのインテリアを紹介します。ダッシュボードとメーター周りはどちらもプラスチックですが、メーター周りのシルバーは意外とおしゃれです。ワイパーのスイッチもデザインされています。ダッシュボードにはヘッドライト、ファンヒーター、シガライターのスイッチが並んでいます。シガライターのソケットは若い人には何に使うかわからないようです。このレバーを操作すると空気の取り入れ口が開きます。クーラーのないハイゼットにはなくてはならない装置です。ヒーターとデフの切り替えは実に原始的です。蓋の開け閉めで行います。アクセルペダルはオルガン式になっています。手の込んだ構造で高級感が漂います。シートベルトには巻き取り装置がありません。不便です。次はエンジンを始動します。今の車と違って、燃料はキャブレターでエンジンの方に送ります。でキャブレターなのでこちらにチョークがあります。これがチョークボタンです。エンジンをかけるときに燃料を濃くするためのボタンです。これの使い方はまず最初にキーをオンにしてもらう。でアクセルペダルを 4,5 回踏み込みます。でチョークをいっぱいに引いてキーをひねります。エンジンがかかれば半分返します。次はポーターキャブのご紹介です。突然ですが目の前にスピーカーがあります。ダッシュボードはオールプラスチックでグレーの単色です。なんと走行距離が11,000キロの奇跡のポーターキャブです。こちらにも今では見られなくなったシガーライターソケットがあります。
こちらにはハイゼットになかったファンヒーターの風量の切り替え、外気の取り入れ、それにデフとヒーターの切り替えスイッチがあります。今操作しているレバーは空気の取り入れ口を開閉するレバーです。ハイゼットよりでかい分、豪快に風が入ってきます。さらにこの三角窓が大量の空気を室内に送り込んでくれます。走っている時は最高ですが、真夏に信号で止まると地獄が待っています。今ではまず見ることのない手で引くタイプのサイドブレーキです。走りのマツダはアクセルペダルもオルガン式です。最後にエンジンの始動をご覧いただきます。こちらもキャブレターの車なので T シリンダーをオンにしてチョークを引きます。同じようにアクセルペダルを 4,5 回煽ってやって、それでキーシリンダーをひねります。エンジンがかかれば少し戻してやります。でポーターキャブのいいところはこれのままでまだ完全に戻しきっていないんですが、エンジンが温まるとここが赤く光ります。で赤く点滅すればこれを最後まで返してやると、それでアイドリングが安定するようになってます。いかがでしたでしょうか。今日は昭和の軽トラの徹底比較ということでお届けさせていただきました。ご覧いただいたら分かるように、こちらの方はホイールを交換したりステアリングを交換したり、ホームを交換したりしてるんですけれども、基本的には改造も2つのルールがあって、1つは必ず元に戻せる改造をする。せっかくの貴重な車なのでもう元に戻せないような改造を絶対しないと。もう1つはなるべく当時のものを使って改造すると。例えばホイールなんですけども、今の軽トラってだいたい12インチぐらいになってると思います。でこの車っていうのは10インチです。でなおかつそのピッチが珍しいピッチなので、このホイールを探すのにだいぶ苦労しました。程度がよくって10インチでピッチの合うホイールってなかなかないので、幅は選べないんで、もうつけてみてボディから出るか出ないかっていう、つけてみるまでは分からないっていう状態でホイールをなんとか入手してつけたら、たまたまですけども、辛い位置になったんでいい感じになったなと思ってます。このホイールも当時ものですし、ステアリングとホーンに関しても、今から40年以上前、私が免許取って間もない頃なんで40年ぐらい前のステアリングとホーンを使ってます。私持ちがいいんでガレージの中にずっと保管してあったので、それを引っ張り出してきてつけてます。でこちらはそういった風に昔ながらの改造をちょっと楽しんでいきたいなというふうに思って、もともとはそのキャンピングカーとしての使い方をメインでやっていこうと思ってます。でこちらに関してはこれまた珍しい車なので、もう一切手を加えずにこのままの状態をずっとキープし続けたいなというふうに思ってます。でさらにせっかく後ろにホロがついているので、これを利用して何かその中をですね今後改造していきたいなと思ってますので、ぜひともチャンネルボタン、高評価のお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はここまでです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。